あれ今が 30？ 今30、3？ かな。今年でさ、ん今年か。今年で4かな。あれ10個したか、ちょうど。あ、マジですか。俺91年っあ、す。じゃあ10個しただ。あ、ええ。スト2が出た年だね。あ、そう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 っす。だかね、ら俺んちそうだよね。スト2あったんすよね。スーファミで。あ、そうなんだ。はい。多分最初のやつかな。ダットリーとかいそうだよね。うん、なかったから。そう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 。俺全然わけわかんなかったんでずっと車壊してました。そうだよね。ボーナスポイントかなんかの。そうだよね。だってその時、うん、そうだよな。あれが一番面白かった。ちょうど10歳したんだな。なんかステージなんだっけな、滝あってなんか変な丸太のでできた橋の上で戦うみたいなステージ、そこだけやたら覚えてるな。ね。あれ誰のステージなんだろう。キャミーかな。あれキャミーなんだ。丸太なんか丸太っていうか木でできたなんか橋なのかなんかわかんないけど、かなんかの上で右端に滝があったような。誰だろう。ブランカ。ブランカ調べよう。トツブランカ。ああ、ブランカかもしれない。いや違う、ブランカじゃない。でも確かに俺が言ってる要素はかなり含まれてる。スト2だとでもキャミーいないからね。あ、そうなんですね。うん。キャミーテージ。マイステージなんじゃねえかと言われてるけど、までもキャミーステージもマジでそんな感じだな。石だけど。うん、画廊伝説の可能性あるね。確かに。画廊伝説は多分俺やったことない。ゲームボーイカラーであれはやったことあるんですけどね。KOF は。ああ、そんなのあったね。なんかね。なんか、なんだっけ、タイトル画面でセレクトボタン連打したら裏キャラ出るんですよね。裏いおりみたいな。ああ、はい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 。そうなんだ。その頃はもうゲーセンしかゲームやってなかった。その時のゲーセンって何が一番流行ってたんですか？その時っていうと、そのどんくらいだ、スト2シリーズもゲーセンでやってたんですか？そう。そんぐらいの時っす。スト2、いや、スト2の時はスト2さ。スト2がもう一番ゲーセンで熱いみたいな感じでした。とんでもないよ。とんでもない。とんでもないよ。俺はだからその時の熱の余熱で今ここまで来たから。そうなんだ。うん。そこの余熱なんすね。そこの余熱よ。マジか。だんだんその火がくべられてったわけじゃないんだ。まあ正直言うとくべられてもいたけど、くべられたり、しかも今なんか消火活動入ったりとか。だから今結構暑いんで。確かに今めっちゃ強火だ。今余熱はちょっと言い過ぎなんですけど、でも余熱だね、本当にしばらくは。その今まで触ってる理由は余熱って感じですよ。91年の時にスト2が出て、でね、やっぱ当時知らないと分かんないと思うけど、まあすごかったのよ。そのゲーセンの盛り上がりが。ゲーセン自体はね、そこまで盛り上がって、まあ定期的にあるのよ。例えばインベーダーとかさ、有名だと思うけど、そういう定期的に何かこう大ヒットのゲームが出ると賑わうけど、ゲームセンター自体は別に賑わう場所ではなくて、もちろん今に比べればね、もっと数も多かったし、あれだけど。で、スト2が出て、スト2が、だ当時、まずあんなにキャラが大きいっていうことがなくて、パックマンとか見たことないかな。俺ほぼ見たことないな。なんか画面はちらっと見たことあるんですけど、本物の筐体は見たことないですね。まあ、要するにその時期とか時キャラっていうのは小さいのが当たり前だったの、昔は。例えばさ、ドラゴン、まあちょっと全然話変わっちゃうかもしれないけど、ドラゴンクエストのキャラとかって、画面、全体の画面の中の本当に一部分じゃない。まあ確かにめっちゃちっちゃいですね。ちっちゃいよね。それが、どんなゲームでも共通することだった。へえ、そうなんだ。背景があったら大体そのちょぴっといるのが自キャラ、動く自キャラで、まあ敵キャラもあんま大きくなくてみたいな。まあマリオとかもそうだと思うんだけど。まあそうですね。それがゲームの当たり前で、そこに登場したその、まあ正確にはファイナルファイトのが先なんだけど、でまあストリートファイターが出てきた時にキャラでけえなってまずなって。
そこなんだ。そうなんだよ。キャラでかい。まあ確か画面のだって、もうほとんどがキャラだなっていうふうに見えたね、当時は。はいはいはい。こんなにキャラクター大きくてリアルつうか、その、キャラクターの顔とか体つきがはっきり分かるってすごいなっていうのはまず一つ。確かに。手足が動くとかはないのか。そう、めちゃくちゃよく動くでしょ。だって、ドラクエ1なんてあれ、ずっと正面向いてんだよ、あれ。確かにずっと後頭部見てる感じ。そう、ずーっと正面歩いてる時は。でもあんなもんだね、当時のゲームって。そしたら突然ゲームセンターにそういうクオリティのものが出てきて、でしかももう一個大きかったのは喋る。あ、そうだ。確かに喋んないわ。喋んないです。昔のゲームはね、喋んないのにでけえし喋るし綺麗だし、でさらに言うと、ある一定のレバー操作で、その必殺技が出るっていうのもこれも新しかった。例えばマリオってジャンプボタンでジャンプするだけでしょ。確かにそうだ。でフラワー取ると、ボタンで技が出るけど、同じじゃん、連打するだけで。で、シューティングゲームも、時期がパワーアップしていくことがあっても、基本的に出る技一緒でしょ、ボタンを押す。そうですね。それが当たり前だった。どんなゲームもボタンの種類でしか技が変わらなかったけど、ボタンも6個だし、しかもね、普通は2個なのに、ボタン6個で。あ、6個ついてたんだ。最初から6個だよ。あ、そうか、スーファミも4つプラス一応、LR あるのか。そう。それで、何これって。ボタンを押す、6個も押せるし、しかもしゃがんだ時技違うし、コマンド入れたらなんか手からなんかカメハメハみたいなの出してるみたいな。でしかも嬉しいことに出した時にすげえ喋ってくれるみたいな。波動拳っつって。そう。これはね、本当にとんでもない革命で。なるほど。技を出せるとじゃあ嬉しいんだ。めちゃめちゃ嬉しい。なるほどね。そういう側面というか面で見たことなかったっすわ。そうだよね。格ゲーを。だから、その感動がまずあるわけですよ。コマンド、難しいけど出た時の喜びっていうのがあって、だからこそね、モダンクラシック論争なんてものが起こるわけだよね。逆にね。そう。なるほど。感動をくれたのがコマンドだったのよ、俺たちに。だからこそ、ワンボタンで必殺技出たら、それ、格ゲーじゃねえじゃんっていう、だから、あの感動があったからこその、皮肉なもんだよね。皮肉ですね。それじゃただのアクションゲームだろって思うおじいさん、おじさんたちがいても仕方がないと。なるほど。いや、俺本当の意味でモダンクラシック論争を理解できてなかったです。そういうことなんですよ。愛すべきね、対抗中というか、それぐらい、当時は衝撃的だったんだよね、コマンドで技が出るっていうのは。今だとめんどくさいことじゃん、コマンドって。そうですね。でも当時はありがたいというか、嬉しい要素だった。確かに。でも結局根本は変わってない気しますけどね。みんなモダンで始めてもなんかどっかでそのコンボやり始めるじゃないですか。そう、もちろん。でコンボやって嬉しいっていう気持ちはみんなあるはあるんですけどね。そうね。最初のね、その入りの部分が確かに